震災で私らの仲間が相当犠牲になったので、最初の頃は心の支えっていうよりも胸に要するにこの町のために生涯死ぬまで頑張ろうっていうことを自分の気持ちの中で誓ったから、その誓いに出ることをただ実践していたので、あんまり心の支えというよりもとにかくつながることだっていうことに神経を注力してたので、本当に私が生き残ってこんなことしてよかったのかなって思う時がたまにあるわけで、そういう時やっぱり心の支えになるのは、いろんなスタディツアーとかなんかでおいでになる学生さんとか、企業の方とかこの地に訪れてよかったなというような評価をいただくっていうことですかね。そうだね、やっぱり皆さんのような若い方が将来楽しい人生を送られるような環境を作ってバトンタッチしたいなとは思いますけども、ビジョンはそこまで持っていくためにいろんな社会実験してるんですよ、自分の中ではね。その中で自然淘汰していいものは残るだろうっていうレベルのことを考えてるんですよ。まずイエス工房の事業の中で今ものづくり学習館っていうのを計画してるんですけど、小さい時から自分はものを作るのが好きで、そういう充実した時間っていうかね、一番楽しかったので、それを地域に広めて、ハンドメイドのライフスタイルっていうんですか、そういうのを作っていきたいなと。それを事業活動の中で通じてやっていきたいと。南三陸でタコの産地なので、オクトパス君を考案したんですよ。でしかもオクトパスするということで合格祈願っていうような形にちょっと私考えまして、そしたら震災後のご縁で要はオクトパス君のお話をしたら、安倍さんそれ復活させましょうということで、応援いただいて、資金をご寄付いただいて、それをもとにイエス工房を廃校を利用して立ち上げて、そして避難所にいた避難方を雇用っていうかね、手伝ってもらって、色塗りっていうんですかね、そういう感じでスタートしたんですよ。当時、どこに行っても辛い話しかなかったんだけど、イエス工房だけはふざけたことをやってたので、マスコミさんにも注目されて、そしてちょっと宣伝してもらって、おかげで、通算10万個ぐらい売れたんですけどね。で不思議なもんで、今改めてちょっと振り返ってみると、子供の頃からものづくりが好きで、将来は体育館のようなアトリエを作って、そこで創作活動に没頭するという感じで、震災前出来上がったのは140坪のアトリエだから、ちょっと大きいんですよ、140坪で。多分こんな個人趣味的なんでこんなアトリエ持ってるの俺ぐらいしかいないみたいなんで、優越感にしたってその2週間後に津波で流されたけど、それが今現実に回り回って体育館を使用するようになったじゃないですか。だから一旦この震災でその夢を封印したんだよね。封印したんだけど、つながりの中から回り回って体育館を結果的に活用するじゃないかみたいなところの運命的なものもあるんですよ。だから失ったり失敗しても下熱が気持ちを腐ってなければ、またそういうチャンスが訪れてくるんだなっていう感じはしてますよね。
やっぱりこの学びの里作りっていう筋はずっと通していった方がいいなっていうようなことなんですけど、要するに日本一の研修フィールドの、拠点となるようなことを掲げてやっていきたいなとは思ってます。でここ日本一の研修フィールドの拠点となってやることによって、森里海のね、フィールドを活用するので南三陸地域にとっても、いいことじゃないかなと。いっぱい学生さん来ればそこでこう現地の講師と要するに活躍の場が出てくるわけですよね。そうすると地域住民も生き生きとしてくるというようなことでいいかなと思ってるんですよ。全部いろんなことやってるけどつながりっていうものを意識してやってると思いますね。はい、あとオクトパス君は世界のオクトパス君を目指してっていう感じですよ。